ドッグフードに悩んで、あれこれ試して、食べない、飽きる、また買える、そんなフードジプシー。気がつけば、うちのフレブルたち、かなり贅沢な食生活になってました。三部品のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。ドッグフードってみんな何を食べさせてるんだろうって気になりますよね。僕もずっとそうでした。世の中には本当にたくさんのドッグフードやおやつがあって、情報や口コミが溢れてます。だからこそ18年の間迷って試して遠回りして、そしてようやく我が家なりの定番が出来上がっていきました。今回は前半で我が家がたどったフードジプシーの変遷を、後半で今与えている定番となったドッグフードとおやつをご紹介します。ちなみに商品名とか出てきますが、案件でも何でもありません。どうぞ最後までご覧ください。うちの場合18年という長い期間ですので、ドッグフードを何度も変えてます。基本的には政権にはカリカリを与えてきました。ですがフードの名前とか与えていた期間とかを全部覚えていないっていうのが本当のところです。ですので覚えている範囲で順番も前後してしまうかもしれませんが、半年以上与えていたドッグフードの変遷となります。ちなみに大人ですんでダメ出しとかの評価はしません。では始めます。最初はみんなが通る道、ロイヤルカナンでした。これはパピーから1歳になるくらいまではだいたいみんな食べさせてましたね。それが成犬になると飽きちゃうんで、ここからがねフード選びは大変でした。お嬢と小町の多頭飼いの時、これは2010年から2015年くらいまでの話なんですけど、本当にねフードジプシーでね苦労しました。この頃まだグレインフリーとかヒューマングレードっていうのをね見かけなかったんですよね。それに日本にね輸入されているドッグフードの種類も今よりずっと少なかったように思います。それにお嬢はラム、タラ、卵白のアレルギーがあったんで、それがね原材料に入っていないものを選んでました。名前を挙げるとピュリナのプロプラン、次がブラックウッド、そしてアーテミスを食べさせていました。だいたい当時の値段でキロ1500円ぐらいって決めてましたんで、ボリュームディスカウントで大きめのサイズを買ってましたね。その後小町とボンのペアになって、これは2018年くらいまでの間はキンバーウルフっていうフードを口コミで知ってしばらく食べさせてました。でも日本での販売がねなくなっちゃったんですよね。それで仕方ないんでどうしようって時に、これ賛否がね結構分かれるんですけど、定期購入でね神奈川を食べさせてました。その後ボンとひまわりのペアになった頃、ネットでね確か口コミ見てた時に、これ食べさせたら買い替えがね改善されたんだっていう話がありまして、でうちもねちょっとそれにしてみようっていうことで
ニュージーランド産のジービーにね切り替えました。そしたらね本当にねボンの買い替えがねやらなくなったんですよ。これは本当にびっくりで、それまで飲んでいたねアポキルをねやめました。そうは言ってもね半年くらいしたらねちょっとずつ買い替えはね復活してしまったんですけれど、ただね以前よりは悪化しないっていうかね、そこまでやらないっていうようなね感じに落ち着きました。で GB はねさすがにねボリュームディスカウントしてもキロね9,000円くらいだったんですよね。だから高いんでね、これ食べてくれなかったらどうしようかなと思ったんですけど、毎回ね残さずペロリとね食べてましたね。あとこの頃ザ・フード、フレブル専用のねザ・フードがね出た頃なんで、ジービーにかさ増しする感じでねちょっとでも節約しようと思ってね、それを定期購入して併用してました。ただね円安でどんどん値上がりしていったんですね GB が。するとねさすがにね僕の財布も厳しくなっちゃって、で2023年のね暮れには蘭丸がね加わったんで、さすがにね3匹 GB 食べさせるっていうのはね難しくなりまして、ここでフードをね切り替えることにしたんです。うちで現在食べているのは赤菜です。商品名でいうとグラスフェッドラムとヨークシャーポークをローテーションしながら食べてます。赤菜もボリュームディスカウントがあるんで、確かね 11.4kg の大袋、これをね毎月1回 Amazon のねポイントセールを狙って購入してます。大袋だとだいたいキロ2,000円くらいですね。でもうちの場合は代々ねカリカリだけだとね食べてくれないんで、トッピングがね必ず必要なんです。朝は鶏とね豚のレバージャーキーですか、これおやつで買ってるんですけど、これにチーズをね混ぜてミキサーで粉々にしてふりかけにして、それをかけて揚げてます。あとは大さじ1杯のヨーグルトを揚げてるって感じですね。夜はまたちょっと違いまして、鶏の胸肉を週1でスーパーで1キロくらい買ってきて、それを茹でたものを冷凍しておいて解凍してトッピングしているのと、あとそこにねタータを小さじ1杯ずつね加えた後にデビフのレバー缶とかねミンチ缶とかあるんですけど、そういったウェットフード関係のものをこうカリカリにね混ぜてあげてます。こんな感じでねもう2年くらい同じものをね続けてますね。うちの場合ねこれで割ればいいんですけど、食後にね特に夕食の後なんですけど結構ねしつこいんですよ。なので豚耳とか納豆とかさつまいもとかグリニーズとか何かしらのね締めをねあげないとね納得しないんでね、もう何かあげてるって感じですね。おやつは基本的に無添加で国産のものをね選んであげています。もうこれもねもう定番になってるんですけども、さっき出てきた鶏とか豚のレバージャーキー、あとは馬肉のジャーキーですね。それと無添加のチーズです。でたまにイベントとか行った時に馬ハとか鹿とかねジビエみたいなそういったジャーキー系のものをね買ったらあげたりしてます。なんかねこう全部肉系ばかりなんですよね。以前はねカツオとかマグロのねジャーキーとかもあげたりしてたんですけど、蘭丸がねあんまりね魚好きじゃないのと、ひまわりがね魚系でちょっと皮膚にね反応が出たことがあったんで、それからはねやめてしまいました。あとうちで食べさせないっていうかやらせないのは牛のひづめとかですね、ああいう硬いやつ、ああいうのねかじらせることはねやってません。小町とかボンのね
奥歯が欠けたり割れたりしたことがあって、いいことがねなかったんですよね。それでね、もうやるのはやめました。おやつをねあげる頻度としてはだいたい日中に2回くらいですね。で、あげる量は親指程度の大きさにねしたものを与えてる感じです。僕はフレブルを飼い始めた頃は本当に無知で、アレルギーのこととかわからないままペットショップとかねホームセンターとかで売ってるおやつを見た目だけでね買って与えてたんですね。だから最初のお嬢にはだいぶね辛い思いをさせてしまいました。でもそれがあったことでとてもね慎重になることができたんです。なのでこの子たちのね口に入るものについては必ず原材料や産地などの確認をねすることにしてます。さて、我が家のドッグフードとおやつについて話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。18年前に比べると今はドッグフードもおやつもワンコの体を考えた商品がたくさんありますんで、僕としては選びがいがあっていいなと思ってます。タイトルにもありますように、体は食べたものでできてますから、できるだけいいものを与えてあげたいですよね。まあでも皆さんもそうかもしれませんけど、飼い主より犬の方が高いもの食べてますよね。それが現実じゃないでしょうか。皆さんもうちの定番はこれですとか、おすすめのドッグフードやおやつなんかがありましたらコメント欄で教えてください。また少しでもこの動画が面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねを押していただけますと大変励みになります。それでまた次回お会いしましょう。さよなら。うんうんうん